はい、今回の動画では FF ヒーターの騒音を検証してみました。まず最初にハイエースのエンジンをかけた音を出しています。これと比較してみるといいでしょう。この動画の中で、一番キラキラ光って湯たんぽみたいな形したやつがですね、FF ヒーターの排気口です。で、その隣に大きいやつがエンジンから出る排気口のマフラーの口ですね。この FF ヒーターを運転していて気がついたんですけれども、音は結構大きいです。まあ、アイドリングの音に比べれば小さい。その辺も動画の中で比較してみてください。この FF ヒーターのコントローラーですけど、慣れないと少し操作が難しいです。一番左側のボタンと真ん中のボタンを同時に押すと、制御モードが効いた。温度制御モードと、それからパワーモード、どちらか好みのものを使うんですけども、多くの場合は温度制御、目標に達したらパワーが入れるモードを使うんじゃないかなと思います。一番左側のボタンを長押すで、設定モードに入ると分かっています。設定モードでは、まず最初にタイマーの設定をします。しかしこれはやってもやらなくてもどちらでもいいです。で、2番目にですね、オンする、タイマーを2つ持つことができて、1番、2番があるんですけども、オンするのかオフするのかですね。そういう時刻の設定もできます。まあそうは言ってもこれ主電源を切ってしまうと全部忘れてしまう設定なのをやってみようかなと思います。それと、さらに進んでいくとですね、より細かな設定をすることができるんですけども、実はこれには4桁のパスワードが必要なんですね。で私も何かこの4桁のパスワードを設定したのかもしれないんですけども、忘れてしまいましたので、細かな設定はできません。細かな設定をですね、しなくても普通に使えてしまうので、特に困らないんですけど、何らかの方法でリセットできればいいのかなと思います。今、ポンプがカチカチと動き始めましたね。これはですね、室外から撮っている音になりますので、結構大きな音が響きます。ちなみにこの音は室内にいても聞くことができます。就寝中は結構気になるような音なんじゃないかなと思います。今、燃焼の音がしだしました。ポンプのカチカチ音とですね、あと、ガスバーナーを燃やしたような音がします。まあ、原理的にはですね、FF ヒーターの中でガスバーナーのように燃料が燃焼しているので、ガスバーナーと同じような膨張を出します。ボーというような音なんですけどもね。まあ5メートルも離れてしまえばほとんど聞こえないので、例えば、キャンプで車中泊するときにこの音を一晩中させていたとしても、そんなに苦情が来ることはないんじゃないかなと思います。今、室内の温度が6度だったんですけども、少し温まってきて7度になりました。これがですね、ハイエースの中っていうのは結構広いので、小さなヒーターでどれぐらいの時間で、快適な温度になるかってちょっと気になってたんですけども、だいたい10分ぐらい、ね、ヒーターを運転するともう快適になって、15分も運転すると暑くていらんなくなるぐらい暑くすることができるんですね。ただ、温度制御が効くので、20度に設定したときはずっと20度をキープしていることができるので、これはなかなか便利な装置ですね。これはオートエアコンみたいな感じで温度設定ができるので、暑くなりすぎることもないし、冷えすぎることもないです。車中泊にこれがあるととてもいいです。今パネルの下の方に30度とか31度とか表示されているのは室温ではありません。これは FF ヒーターの内部の放熱板の温度です。で、その温度はですね、最終的に150度くらいまで上がります。この放熱板の表面を流れてきた風がファンに送られて、室内に流れてくると思います。ですので、FF ヒーターのその室内に流れてくるところの温度は、だいたい60度とか70度ぐらいになりますので、溶けやすいものをこの辺にちょっと変形してしまうリスクがあります。この辺は気をつけてやらないと思います。具体的に何を気をつけるかというと、この温風の出口それをですね、私3D プリンターで作ったんですけども、最初 PLA 樹脂という50度ぐらいで柔らかくなる素材を作ってみましたら、変形してしまいました。ダクトの口が変形してしまいました。で、もう少し熱に強いですね、PETG 樹脂というポリエチレンテレフタレートなんですけども、それで作ったところ形を保ちました。この後の動画で紹介するんですけども、この室内のハイエースの室内の作り込みにおいてですね、いろいろなものを作ったり加工したりしたんですけども、ダクトもその一つです。この排気ダクトです
ですね、アンコボ用ダクトって言うんですけどね、それは耐熱性のある素材を使わないと変形してしまうという点に注意が必要でした。ご覧のように FF ヒーターの内部温度はすでに80度を超えています。まだまだどんどん上昇していきます。FF ヒーターの内部の温度はだいたい150度くらいまでいくんですけども、FF ヒーターの筐体の温度は手で触っても大丈夫なぐらいにしかあってくれないんです。逆にですね、ファンが止まってしまうと、そういう部分はどんどん熱くなってオーバーヒートしてしまいますが、そこはかなり安全にできています。オーバーヒートをするとまだエラーコードを出して止まるんですよね、現象が。なので、火事になる心配はまずまずないので、そんな感想を持ちました。で、真ん中のボタンをですね、押すと、温度表示が2通り、それから高度ですね、760とか780とか、標高のことです。標高によって、風燃費を変えて、最適な燃焼になるように制御しているのかなと推測されます。それとバッテリーの電圧も表示されます。こちらサブバッテリーを使って駆動する都合上ですね、発電してない間はバッテリーがどんどん減ってくるんですよ。そのサブバッテリーの電圧がだいたい 10V 程度になったところで、自動的にシャットダウンをするようになっています。なので、一晩中つけっぱなしにしておいてもサブバッテリーであれば、走行用バッテリーではないので、また走りながら充電をすればいいわけですので、安心してつけられるように、ぜひぜひ、サブバッテリーで運転するようにした方がいいんじゃないかなと思います。だいたい小さなサブバッテリーでもですね、20A ぐらいのサブバッテリーでも、4、5時間は優に使えたので、長時間使いたい方はですね、大きめのサブバッテリーを使えば、使っても中に使えるということになります。それからこれ、スマートフォンを横に置いてるんですけど、これは撮影用の機材の一つです。外に置いたカメラから Wi-Fi でですね、スマートフォンに飛ばして、コントロールすることができるんですよね。ここにマフラーの映像を映ってますけども、ソフトで撮ったカメラの映像を Wi-Fi で撮ってスマートフォンに表示させて、なおかつその制御もできるということで、こういった撮影、室内と室外を同時に撮影しなければならない場合は非常に便利な機能です。パナソニックの割と新しめのハンディカムにこういった機能がついていて Wi-Fi で連携するようになっていると。今回初めて使ったんですけども、こういう撮影をするときはとても便利でした。ただ、5メートル以上離れると Wi-Fi が途切れ気味になって何回かプチプチしました。プチプチして切れてしまっても放っておくとまた自動的に繋がるというような感じに作り込まれていて、使えなくはない。多少タイムラグはありますけども、使えなくはない機能でした。今、FF ヒーターの内部温度は104.1度と表示されています。まだ使い始めてくださいので、これが正常なのかどうか実はよくわからないんですけども、何回か運転しても200度はいかなかったですね。だいたい140、50、60くらいの間をうろうろしているような感じです。はい、今回の動画はだいたいこれぐらいなんですけども、次回の動画の予告として、パネルの操作方法の詳細、それからマニュアルを全部和訳したものを持ってますので、そちらも紹介していきながら、それから iAce の中の内装ですね、よりキャンピングカーに近い状態に、するという動画を主に紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。